毎度ドクターキャピタルです。音楽博士朝会にドクターやねん。今日は J-POP90 年代シリーズザ・ブームの島唄を歌います。来たーと思ってるやろ。そうや、北で島唄の日や。島唄よ風に乗り、鳥と共に海を渡れ。もう言うまでもない。この曲は良すぎるやろ。早速一つほんまに素晴らしいポイントを紹介しよう。琉球音階。ドミファソシド。沖縄っぽい。5つの音があるから琉球音階はペンタトニックスケールになる。ペンタは5。トニックのトーンは音のこと。なのでペンタトニックと言ったら5つの音という意味になって、ペンタトニックスケールは5つの音の音階のことや。琉球音階もペンタトニックスケールやけど、他にもいくつかある。例えばマイナーペンタトニック。ドミフラットファソシフラットド。このマイナーペンタトニックスケールはアフリカの伝統音楽、ヨーロッパの伝統音楽、アジアの伝統音楽、例えば日本の民謡や津軽三味線でも使われていて、アメリカのブルースやソウルミュージックの基本のスケールにもなってるし、もうほんまにギターを弾き始めるときにおそらく一番最初に覚えるスケールや。またメジャーペンタトニックスケールもある。ドレミソラド。これも非常に多く使われていて、Amazing Grace、ソドミドミレドラソ。The Temptations、マイガール。ドレミソラドドレミソラド。日本でもやで。男はつらいよ。ソミソラソミレドラソ。上を向いて歩こう。ドドレミドラソドドレミドラソドドレミミソラソラソミレド。つまりマイナーペンタトニックとメジャーペンタトニックスケールはほぼ世界共通と言っていいでしょう。しかしな、この琉球のペンタトニックスケール、ドミファソシド。これは世界中共通ではなくて、割と特別な味やな。ソシド、ドミファソシド、ソシドファミ。いやー、表現効果がマジで独特やな。なんでそんなに特別かというと、スケールのインターバルを見たらわかるかも。インターバルは音と音の間隔のことやけど、一番近い間隔、つまり一番狭いインターバルやったら、このギターでは1フレット。ピアノでも隣の鍵盤、例えばドからドシャープとか。ほな、マイナーペンタトニックのインターバルを見てみよう。ドミフラット3フレットな。ミフラットファ2フレット。ファソ2フレット。ソシフラットまた3フレット。シフラットド2フレット。要はピアノでも3つ2つ2つ3つ2つ。ほな、メジャーペンタトニックスケールをチェックしよう。ドレ2フレット。レミ2フレット。ミソ3フレット。ソラ2フレット。ラド3フレット。なのでギターでもピアノでも2つ離れてて、2つ3つ2つ3つ。メジャーペンタトニックスケールも同じく音が3つ離れてるインターバルと2つ離れてるインターバルがあるんや。
ほな、琉球音階はドミ、ワオ、いきなり4フレットの広いインターバル。まるでメロディーが上に飛び跳ねたような音の動き。メジャーやマイナーペンタトニックでは一番広いインターバルが3つ離れている音やったけど、琉球音階にはもっと広い躍動感のある4つの音も離れているメロディーの動きがあるんや。はい。で、その次はドミファ。1個ミファ。これがまた面白い。今日のペンタトニックの話でここまで一番広いインターバル4つもなの次の音が今度今日で一番狭いインターバル窓なりの音になってる。音楽用語ではこの一番近い隣の音のことを半音と言うんやけど、半音のメロディの動きが非常に滑らかで、またうまいこと緊張解決の表現効果としてよく使われる。例えばファとミが半音で、このファミファミファミ、このメロディはめちゃくちゃ気持ちいい。またシドシド、これもそうや。半音で気持ちよくて感情的な表現効果としてよく使われる。シドシドシド。琉球音階は4フレットメロディが飛び上がった。1フレット半音滑らかで気持ちいい。2フレット、まあメジャーペンタトニックやマイナーペンタトニックでも使われていた馴染みのある動きやな。おお、また4フレットでメロディが飛び上がった。1フレットシド、また半音で気持ちよすぎる緊張解決や。琉球音階はインターバルいろいろやし、表現効果が独特や。しかもメロディが下がるときが逆の動き。隣、下に飛んだ。滑らか。下に飛んだ。こうやって琉球音階のインターバルを見るだけでもわかるけど、聞いてみたら実感できる。よくあるメジャーやマイナーペンタトニックスケールよりインターバルのバラエティもあって、しかも一番広いインターバルと一番狭いインターバルがあって、表現インパクトが強い。ツボですわ。他にも島唄のナーポイントの話がたくさんあるんやけど、この動画ではここまでにしておこう。さらに興味がある方はもっとじっくりといろいろ話すボーナス解説の動画をご覧になってください。でもまず琉球音階の表現効果をたっぷり味わいながら僕の島唄のカバーをぜひ聴いてみてください。